この映像はアメリカ・サウスカロライナ州で2ヶ月間監禁されていた女性が救出される場面を捉えたものです。This is our visitor. He's a paramedic. Okay, we're going to get you out of there, okay? His both feet. Just one. It's attached to a chain to the wall, and my neck's attached to the wall up here. Okay. All right. All right, we'll get you out somewhere, okay? We'll get it off here. Cut it right here. 暗いコンテナの中で首輪をつながれ閉じ込められていた女性。犯人はこの女性と一緒にいた恋人を殺害した後、彼女と将来を約束していたのです。暗いコンテナの中で首輪をつながれ2ヶ月監禁されていた女性。彼女が強いられた恐怖の監禁生活とは。犯人が強く求めるのは支配関係の中で生まれる歪な愛だったんです。おそすけちゃんです。いやー、みやみこです。というわけで、エミコさん、僕ついにね、明日からフィリピンです。何回目？多分ね、人生で言うと、言うて多分6、7回目ぐらい。あんた実家より帰ってるでしょ、絶対。実家の方が帰ってるよ。本当？ただ、なんなら、フィリピンで親と合流するんですよ。ああ、そうなのね。そうなんです。なんか前もそうじゃなかった？そうです。前は、タイ旅行をプレゼントして、はいはいはい。今回は、まあ途中までは一人なんですけど、途中から合流してね、ちょっと親にご飯とか、ごちそうしようかなっていう。なんだっけ、あなたが言ってたフィリピンの美味しい料理。フィリピンの美味しい料理。シニガンとかね。そうそうそう。アドーボとかね。絶対覚えられない。はい。マジでね、1年に1回ぐらいは、旅行とかなんか体験としてね、親と時間過ごそうと思って。あ、いいわね、いいわね。だって1年にさ、1、2回しか帰ってないとかさ、会ってないとしてさ、じゃあ親がさ、今じゃあ60過ぎてて平均寿命がまあ80前後としたらさ、あとさ、40回ぐらいしか会えねえんじゃねと思ったらさ、あれちゃんと時間過ごさないと後悔するわ。と思ったんで、アルゴメトリー見てる暇あったらね、親孝行して、あんたまたアルゴ見てください。今回はアメリカ・サウスカロライナ州で暗躍した非常に恐ろしい殺人鬼をご紹介します。被害者の女性はこの男に首に鎖をつけられた状態で、なんと2ヶ月も監禁されていたんです。2ヶ月も、しかも首輪つけられた状態ってもうさ、人権もクソもあったもんじゃないわよ。マジで悪趣味としか言えないですよね。その2ヶ月間の中で、犯人は被害者を服従させようと、心理的な支配をしていくんです。そしてこの犯人は一見犯罪者には見えない男。しかし、あるカップルはその男へ向かって以来、消息を絶ってしまったんです。隠れ家への誘い。2016年8月31日、アメリカ・サウスカロライナ州ウッドラフ森林地帯に佇むレンガ造りの一軒家へ一組の男女が訪ねてきました。やあケイラ、久しぶりだね。よく来てくれた。さあ中へ上がって。男女をにこやかに迎え入れたその男はトッド・クリストファー・コールヘップ。ケイラと呼ばれたのは彼から仕事を依頼されてやってきた30歳の女性ケイラ・ブラウンのこと。トッドは東京ドーム 8.5 個分の広さの土地を所有する裕福な不動産事業者。元交際相手を通じて彼と知り合ったケイラは数年前に一度敷地の清掃業務を頼まれ単発で仕事をしに来たことがあったのです。前回の経緯もあってトッドは再びケイラに敷地内の草刈りや清掃を依頼。ケイラは最近付き合い始めたボーイフレンドのチャーリー・カーバーを伴ってトッドの元へやってきました。トッドは2人を家の中に招き入れると軽く業務内容を説明した後、仕事道具を取ってくると言い残しガレージへ。この時ケイラとチャーリーはこれから自分たちの身に降りかかる悲劇を予想もしていませんでした。そして2人がトッドの元へ向かってから4日後、チャーリーの母ジョアンは不安げな様子で彼らが暮らしているアパートの管理人へ電話をかけていました。数日息子と連絡が取れなくて部屋の様子を見ていただきたいんです。管理人がケイラとチャーリーの部屋を確認すると、そこに2人はおらず、ペットのポメラニアンが餌も水も与えられずに放置されていたのです。ケイラは愛犬を非常に可愛がっており、普通なら放置することは絶対にありえませんでした。2人に何かあったに違いないと直感した母ジョアンは警察に捜索願いを提出。警察はそこから2人の携帯電話の位置情報を取得しましたが、どの基地局の近くかという大まかな情報しか得られず、2人を探し出す決め手にはならなかったのです。トッドが何かしたってことよね。森林地帯に広大な土地持ってるさ、経営者が実は犯罪者でしたってもうめちゃくちゃ不気味じゃん。成功した経営者ってだけでね、なんとなく信用してしまう心理ってなくはないですよ。そして2人の失踪から1ヶ月後、チャーリーの SNS が更新されるんですが、その内容なんかどこか違和感があったんです。
チャーリーとケイラが消息を絶ってから1ヶ月が過ぎた頃、チャーリーの Facebook に次のような投稿がアップされました。ケイラと結婚することになり、家を買って幸せに暮らしています。どうか探さないで。1ヶ月連絡がつかなかったことに辻褄を合わせるかのように駆け落ちを示唆する投稿をしたチャーリー。しかし家族はすぐにその文章がチャーリーのものではないと気づくのです。文学好きのチャーリーは文章力に定評のある人物。それに対してこの時の Facebook 投稿の文章は文法がめちゃくちゃで、まるで別人が書いているかのようでした。またチャーリーはこの次にとある楽曲の歌詞を投稿するのですが、その内容に家族は思わず戦慄します。いつでもここからチェックアウトできるが、決して去ることはできない。この歌詞はアメリカのロックバンドイーグルスのホテルカリフォルニアの一節。その投稿は2人がどこかに閉じ込められていることを暗に示しているように思えたのです。ロックバンドの曲の歌詞を使ってさ、事件を匂わすってさ、なんかもう推理小説みたいな、そんなん読んでる中二病っぽいっていうか、なんか自分に酔ってるような感じがして気持ち悪いわよね、こいつ。まあこのね、自己顕示欲の高さっていうのが今回の犯人トッドの特徴なんです。一体彼は何者で、いかにしてその人となりが作られていったんでしょうか。愛されなかった男。ケイラとチャーリーが自宅を訪ねてきた2016年8月31日、2人に仕事内容を簡単に説明した後、仕事道具を取ってくるといいガレージへ向かったトッド。彼は間もなくカップルが待つ部屋へ戻ってきました。その手に銃を構えて、チャーリーが身構える暇もないままトッドはその胸をめがけて3度発砲。その場に崩れ落ちたチャーリーはピクリとも動かなくなってしまいます。突然の出来事に凍りつくケイラ。トッドは彼女の方へ向き直りこう言いました。チャーリーのところへ行きたいか、それとも俺の元へ来るか。恐怖のあまり身動きが取れずにいたケイラはトッドに手を引かれ、彼の敷地内のフェンスに囲まれた一角へ連れて行かれます。そこに置かれていたのは真緑の輸送用コンテナ。重い扉が開かれると、その奥では手錠に足かせ、さらに壁に鎖で繋がれた首輪が鈍く不気味な光を放っていたのです。それらの拘束具はトッドの他人に対する過剰な支配欲の表れ。その根源は彼の壮絶な幼少期の経験にあるのです。時は遡り、トッドは物心つく以前からフロリダ州やジョージア州、サウスカロライナ州と様々な土地を転々とする幼少期を過ごしていました。原因は両親の離婚と再婚。トッドは母親とケイフと共に暮らしていました。ケイフには連れ子が2人おり、トッドはその2人と比べて家庭内でもよそ者のような扱いを受けていたといいます。トッドはアレルギー体質だったのですが、粗暴な性格のケイフは彼が少しでも鼻をすすれば汚いと殴りつけました。またトッドは祖父の家でも木に縛り付けられ、殴打されたり家畜用のスタンガンを当てられたりなどの虐待にさらされたとも。そうやってただでさえ兄弟の中で自分だけが不遇な扱いを受けていたトッド。そしてある時、ケイフの前妻が兄弟を学校に迎えに来たことがあったのですが、前妻は他人の子であるトッドには見向きもしませんでした。家族の関係性を思えば当然のことですが、事情を知らないクラスメイトはトッドをこう言ってからかうのです。お前だけ置き去りにされたな。この時トッドは激高し、クラスメイトをハサミで刺してしまいました。そして前妻に2人の子供の親権を取られたケイフは以前に増して暴力的に。その日々の中、トッドの心には次のような考えが染みついてしまいます。俺は誰からも愛されていない。まあなんか犯罪者のさ、幼少期からの生育環境が劣悪って話は、まあこのアルゴリメトリーでもよく取り上げる話ではあるんだけどさ、まあこれは確かに聞いててちょっとかわいそうになってくる話ではあるわよね。もうなんか木に縛り付けて殴ったり、スタンガンをね当ててきたりっていうのはもう罰とかね、そういうレベルじゃなくてもう拷問ですよね。そしてこの後、トッドの行動に異変が現れるんです。トッドが9歳の頃、彼はペットにジャービルというネズミの一種が欲しいと母親にねだったことがありました。すると母親はこう言います。ダメよ、もう金魚を飼ってるでしょ。その言葉を聞くと水槽の方へ向かったトッドは、そこに大量の漂白剤を注ぎ、金魚を殺してしまいました。金魚は死んだよ。ジャービルを飼ってもいいよね。このほか、トッドは外で見かけた犬にエアーガンを撃ったり、近所の子供を犬用のケージに閉じ込めて坂道を転がしたり、まだ幼くして残虐行為を繰り返すように。そして12歳の頃、ケイフとの折り合いの悪さもあってか、彼は再度実の父親の元へ送られるのですが、その生活も長くは続きませんでした。それはトッドが15歳を迎えた頃、14歳の少女の誘拐事件を起こしたから。
近所に住んでいた少女を銃で脅し自宅へ連れ込んだトッド。彼は少女を縛り上げて強姦しました。事件はすぐに明るみに出され、警察はトッドを逮捕。1987年、誘拐で有罪となった彼に懲役15年の判決が下されたのです。アリゾナ州の刑務所で15年服役したトッドは、その間に大学でコンピューターサイエンスの学士号を取得。30歳で出所し、過去の犯罪については虚偽の申告をしつつ、不動産仲介業のライセンスを取得しました。そこからトッドは事業を成功させ、サウスカロライナ州ウッドラフに広大な土地を購入。その一角をフェンスで囲み作られたのが、ケイラが監禁されてしまった隠れ家だったのです。2014年から2016年にかけて、トッドはこの隠れ家で使用する道具を買い集めており、 Amazon のレビューには彼の匿名の書き込みがいくつも並んでいました。死体を隠さなければならず、フルサイズのシャベルを家に忘れてきた時のために車に置いておく。この南京錠を輸送用コンテナに5つつけている。完全に止めることはできないが、ターゲットが年老いてどうでもよくなるまで時間を稼ぐことはできる。Amazon のレビューにそんな物騒なこと書いてたの？なんでわざわざ人の目に触れるところでそんなことを書きたがんのよ。先ほども説明したようにね、この犯人の特徴っていうのは、やっぱ自己顕示欲の高さってところにあるんです。そしてね、この行動もその自己顕示欲の高さからっていうのもね、言えますよ。というわけで本日のメトラキーワード、自己愛性パーソナリティ障害と自己顕示行動について。犯罪心理の専門家の分析によると、トッドには自己愛性パーソナリティ障害の傾向があるとされています。自己愛性パーソナリティ障害の特徴は、自分は優れているという過剰な思い込み、人から称賛されたいという過剰な欲求、他者への共感の欠如など、幼少期の愛情不足などを原因に自尊心が低く育った者は、心の防衛反応として自分は人より優れているという根拠のない自己イメージを作り出すことがあるのです。自己愛性パーソナリティ障害の犯罪者は、犯行について誇らしげに語る自己顕示行動をせずにはいられないと言います。例えば1968年から数年間、アメリカで暗躍した殺人鬼ゾディアックは、警察や新聞社に自分が犯人だと誇示する手紙を送りつけました。トッドで言えば自身の犯行について Amazon で匿名のレビューをすることが、このような自己顕示行動になっていたと考えられるのです。トッドがケイラを首輪で監禁したことも、他人を見下し支配的に振る舞いたい欲求を持つ自己愛性パーソナリティ障害の特徴なんです。ここから2ヶ月間でトッドはケイラを完全に支配しようとしていました。男が求めた愛の形。2016年8月31日、恋人のチャールズが射殺されてしまった直後からケイラの監禁生活が始まりました。ケイラが閉じ込められたコンテナは窓一つない蒸し暑い空間。暗闇に閉ざされたそのコンテナへ、トッドは1日に2度訪れケイラに食事を与えました。そしてコンテナへ訪れるたびに彼女を性的暴行。同時にトッドは繰り返しこう語ったのです。俺はこれまでに2桁以上の人間を殺していて、この敷地内には他の奴らの死体がたんまり埋まっている。もし逃げようとしたらお前も同じ目に遭うからな。トッドは自身が殺人犯であることを強調し、ケイラを恐怖によって支配していきました。そして彼がケイラを支配するために利用しようとしたものは、恐怖以外にももう一つあったのです。夕方5時、コンテナの重い扉が音を立てて開き、その隙間からかすかに夕日が差し込んだ。首輪をつながれた状態で壁際に腰掛けていたケイラは、もはやその音に反応する気力もない。ほら、今日の分の晩飯だ、食え。毎日この時間を迎えるとコンテナにやってくるトッド。食事が済めば、またいつものように体を差し出さねばならない。ケイラはうんざりしながら床に置かれた皿の上のそれを拾い上げ口へ運んでいく。ただ、この日のトッドは少し雰囲気が違っていた。いずれお前のために防音室を作ってやろう。トッドの言葉にケイラは防音室が必要になるほどの拷問が待っているのかと想像し青ざめるが、そうではなかった。お前が信頼におけると思ったその時には、この敷地内を自由に出歩いていい。もし何十年も経って俺が老いたり病気になった時には、お前を解放し俺の財産をやろう。そう、その日トッドが語ったのは、自分とケイラが将来強い絆で結ばれることを望む言葉。恐怖による支配は入り口でしかない。これまで愛されずに生きてきたトッドが求めたのは、本気で自分を慕い崇拝する者との支配関係だった。ストックホルム症候群って知ってるか？監禁された被害者はその期間が長くなると相手のことを好きになることがある。その段階までの辛抱だ。そこまで耐えられれば俺たちは互いに幸せになれる。
監禁生活の中でトッドは監禁被害者が加害者に対して絆を感じたり好意を持ったりするストックホルム症候群について語りました。この条件は一般に長期間の監禁、加害者との一定の接触や会話、多少なりとも親切にしたり命を保証したりすること。その理屈を知っていたトッドはケイラとの間に絆を生み出そうとしていました。しかし FBI の統計によればストックホルム症候群の状態に陥る被害者は全体の 8% 未満。条件が揃っていたとしても加害者に好意を持つようになるのはごく稀なことで、ケイラの中にもトッドへの好意など微塵もなかったのです。恋人を殺して監禁してくるような男をさ、好きになれるわけないじゃないのよ。何思ってんのこいつは。そもそもさ、人から慕われるために犯罪っていうのを選んでる時点でいろんなこと間違ってんじゃないこいつ。トッドが求めていたのはね、普通の恋愛関係じゃなくて絶対服従的なね、そういう支配関係だったんで、こういういびつなやり方じゃないと手に入んないんじゃないかって思ってたんです。失踪から2ヶ月が過ぎた頃、プライバシー保護のため情報を出し渋っていた Facebook 社がようやく情報を共有。 Facebook 上のメッセージ履歴の閲覧に成功した警察は、失踪当日ケイラがトッドと仕事の約束をしていたことを突き止めます。2016年11月3日、トッドの敷地内を捜索していた警察は雑木林に囲まれた輸送用コンテナを発見。警察が近くまで来ていることに気づいたケイラは必死にコンテナの壁を叩き叫び声を上げました。彼女は救出されると同時にトッドの家へやってきたその日に恋人のチャーリーが殺害され埋められてしまったことを明かしたのです。警察は同じ敷地内にいたトッドを即座に逮捕。当初彼は何のことかわからないと白を切ろうとしましたが、最終的にはおとなしく連行されていきました。取り調べが始まるとトッドは犯行を洗いざらい自白。ケイラを監禁する以前にも敷地へ仕事にやってきた夫婦を殺害したことや、13年前バイク店で従業員4人が殺害された未解決事件の犯人であることを明かしました。ケイラを監禁する以前に来た夫婦を殺害した動機は、彼らが敷地内のものを盗もうとしたため。バイク店の事件の動機は、購入したバイクにうまく乗れなかった自分を従業員がバカにしたことと、バイクが盗難に遭い犯人はバイク店の従業員に違いないと思ったこと。いずれも真偽は定かではありませんが、自己愛性パーソナリティ障害のものは動機として相手の落ち度を責め立てることが特徴。これらの供述もトッドの人格障害の裏付けとなったのです。そしてケイラの事件については、恋人のチャーリーが生意気な口を聞いたために殺害したと説明。一方のケイラは何も悪いことをしていないので生かしておき、監禁したのは通報されるのを恐れたためだと話しました。さらにケイラの性的暴行は全て合意の上だったとも。これらについてケイラ側の主張はもろもろ食い違っており、トッドが真実を語っていない部分も多いと推測されます。トッドは7件の殺人と有害、性的暴行などで起訴。彼は死刑を回避するために全ての罪を認め、2017年5月26日仮釈放なしの終身刑7回加えて懲役60年の刑が言い渡されました。生育環境による自尊心の低さから、自分は人より優れているという虚構を作り出し、非道な方法で自身の崇拝者を生み出そうとしたトッド。不動産事業で成功した彼には虚構ではなく事実として優れていた部分もあったはず。トッドが真っ当な生き方をしていれば、彼を慕う人も尊敬する人も自然と出てきていたのではないかと、もったいなさを感じずにはいられません。あなたは彼のように自分は愛されていないと自信をなくしたことがありますか？その自尊心の低さはどう乗り越えるべきなのでしょうか？